皆さん、こんにちは。よしえです。今日も私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。リスニングの練習をしていきましょう。今日のテーマは健康診断です。先日、私は日本で健康診断を受けました。大きな病院で体に悪いところがないか見てもらいました。今日の動画ではたくさんの体のパーツについてのボキャブラリーを学ぶことができます。ぜひ最後まで見てみてください。では、この動画には4つのステップがあります。まずはじめに私が今日のパッセージをゆっくりのスピードで読みます。そして次に今日のパッセージに出てきた便利な表現をいくつか説明します。3番目に今日のパッセージに出てきた単語を私の後に続いて発音してみましょう。最後にもう一度ネイティブのスピードでパッセージを読むので、どれくらい聞き取ることができるか挑戦してみてください。それでは始めます。健康診断。先日、日本で全身の健康診断に行きました。この全身のメディカルチェックのことを人間ドックと呼びます。日本では病気のリスクが上がる30代や40代から定期的に人間ドックを受ける人が増えます。私は30代ですが、これまで受けたことがありませんでした。今回検査を受けたのは、特にどこか痛いところがある、不安なところがあるという理由ではなく、ただ自分が本当に健康であるか知りたかったからです。検査当日は予約した時間につき、先に会計をしました。27,000円でした。保険が効かないので高いですが、これは検査したい体の部位が多い人ほど高いらしいです。それから検査するフロアに案内されました。まずは簡単な血液の検査、体重、身長、視力、聴力の測定をしました。次に肺や心臓を見るためのレントゲンを取りました。また、子宮がんや乳がんの検査もしました。一つ一つの検査が終わると、スムースに次の検査に呼ばれるため、待つ時間はほとんどありませんでした。検査をした日は、結果について何も教えてもらえず、その後、約2週間くらいで結果が送られてきました。結果は A から E で判定されますが、私は A で健康状態に悪いところはないと書いてありました。とても安心しました。今回の人間ドックはとてもベーシックなコースだったので、もう数年したら、がんのリスクが高い胃や腸の検査もしようと思います。次に、今日のパッセージに出てきた便利な表現を紹介します。まず、ただ、からとは理由が軽い、他に特別な理由がないことを強調するときに使います。例文です。ただ少し太ったからといって、ダイエットしすぎてはいけないよ。
ただ少し太ったからといってダイエットしすぎてはいけないよ。飲み会に行かなかったのはただ眠たかったからです。飲み会に行かなかったのはただ眠たかったからです。日本語を勉強する理由はただ音が好きだからです。日本語を勉強する理由はただ音が好きだからです。次です。保険が効かないとは、健康保険や自動車保険、また旅行の保険や家の保険など、いろいろな場面でその保険でカバーできないときに使います。保険が使えないということもできますが、保険が効かないの方が一般的に使われている表現です。例文です。残念ながらこのサービスは健康保険が効きません。残念ながらこのサービスは健康保険が効きません。この車の修理には保険が効かないらしい。この車の修理には保険が効かないらしい。歯のホワイトニングは保険が効きますか？いえ、効きません。歯のホワイトニングは保険が効きますか？いえ、効きません。次です。A な人ほど B とは、A の程度が高くなるにつれて、B の程度も高くなるという時に使います。形容詞や形容動詞と使います。例文です。背が高い人ほどバスケットボールでは有利です。背が高い人ほどバスケットボールでは有利です。耳がいい人ほど歌がうまいと思う。耳がいい人ほど歌がうまいと思う。フレンドリーな人ほど友人が多い。フレンドリーな人ほど友人が多い。最後の表現です。もうと未来の時間や期間を表す言葉を一緒に使うと、時間的に近づいてくることを表します。あとと似た意味です。例文です。もう数週間で桜の咲く時期ですね。もう数週間で桜の咲く時期ですね。もう数分したら電車が到着しますよ。もう数分したら電車が到着しますよ。他にも具体的な期間を示さずに時間が近づいている様子を表す表現があります。もう少し、もうちょっと、もうすぐなどの表現です。例文です。もうすぐで私の誕生日です。もうすぐで私の誕生日です。それでは次に今日の文章に出てきた単語を私の後に続いて発音してみましょう。全身、健康診断、病気、定期的に、増える、これまで、今回、痛い、不安、理由、ただ、から、検査、予約する、会計、保険が効かない、高い、体の部位、簡単な、血液、体重、身長、視力、聴力、測定、肺、心臓、レントゲン、子宮がん、乳がん、
待つ、結果、判定、安心する、聴。それでは今日の文章を次はネイティブのスピードで読みます。健康診断。先日日本で全身の健康診断に行きました。この全身のメディカルチェックのことを人間ドックと呼びます。日本では病気のリスクが上がる30代や40代から定期的に人間ドックを受ける人が増えます。私は30代ですが、これまで受けたことがありませんでした。今回検査を受けたのは、特にどこか痛いところがある、不安なところがあるという理由ではなく、ただ自分が本当に健康であるか知りたかったからです。検査当日は予約した時間につき、先に会計をしました。27,000円でした。保険が効かないので高いですが、これは検査したい体の部位が多い人ほど高いらしいです。それから検査するフロアに案内されました。まずは簡単な血液の検査、体重、身長、視力、聴力の測定をしました。次に肺や心臓を見るためのレントゲンを取りました。また、子宮がんや乳がんの検査もしました。一つ一つの検査が終わると、スムーズに次の検査に呼ばれるため、待つ時間はほとんどありませんでした。検査をした日は結果について何も教えてもらえず、その後約2週間くらいで結果が送られてきました。結果は A から E で判定されますが、私は A で健康状態に悪いところはないと書いてありました。とても安心しました。今回の人間ドックはとてもベーシックなコースだったので、もう数年したらがんのリスクが高い胃や腸の検査もしようと思います。お疲れ様でした。今日の動画はいかがでしたか？皆さんの国では定期的に健康診断を受ける必要がありますか？健康診断受けていますか？ぜひコメントで教えてください。それでは今日の動画がいいねと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、そして私のペイトリオンのページから詳細を見てぜひサポートしてもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。